ピザを気軽に食べたい。今日はちょっとナポリ気分。どうも、モディファイヤー小麦です。モディファイヤー、修正する人、変更する人。今回から少し動画のナレーションシステムを改良してみたい。この段階で違和感を覚えた人いる？そんなあなたはこのチャンネルの古参視聴者、ありがたすぎてジャンピング再敬礼。そう、木曜動画は通常だとチャンネルのキャラクターハク様とのトークなんだ。そして土曜公開の動画が私の一人語りドキュメンタリー風ナレーション。これを少し変えてみた。統一感を出すために木曜と土曜を統合してみたんだ。ハク様もクビになったわけじゃないんだよ。それではハク様、どうぞ。天の声のハク様です。このチャンネルではここカーズイリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や記事の分量、宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉はナポリの風。コメント欄に書いてみて。サンキューハク様。出番めっちゃ減ったな。こんな感じでハク様は天の声として再雇用させてもらったよ。しばらくはこんな感じでやってみるね。今回も湯種と卵とマヨネーズ入りの生地。今回は揚げ焼きピザを作るんだ。生地を発酵させている間に卵ゲッターと化すイソジ女。ただいま。セミの声を聞くだけで汗が噴き出してくるね。イチジクのドーフィンはすくすく成長中。3年ぶりのドーフィンの結実。鹿にも鳥にも負けずに収穫まで見守りたい。今回も最高のコンディションの生地だ。ピザってさ、美味しいよね。でも手づかみで食べるのちょっと大変じゃない？伸びたチーズが指にまとわりついて指先やけど不可避だし。よーし、包んだろ。そんなピザを作るよ。二次発酵は今日はしない。ピザって二次発酵しないよね。したことないから普通がわからないオリジナリティ特化型 YouTuber です。8等分にしてベンチタイムだ。Chulu Wumakataday. Yuchinamo Chulu Kulia. Wuwan Nani? Hentai Yen? Kusainen. ヨシヒコの尻を嗅いで激怒するミーチョさん。Simhala Yankee Gibo Deluwa. 鍵に行ってハラスメントを訴えるとはさながら当たり屋のようだ。Choto Omawalisan Yonde Kiti. Konnan Hala Hala Yen? ハラスメントですね。Kiban Tenkan Ne Kulage Wagyu Chulu Mot Kiti. ピ
ピザの具材はトマト、ピーマン、ナス、ベーコン、チーズ。隠しきれない適当感。すべての具材を小さくカットしてケチャップで炒めるという暴挙。イタリアの方、許して。切れ味悪いな。今回のピザは生地を折りたたんで中に具材を詰める。折りたたむのには食べやすい以外にも明確な理由があるんだ。生地を畳むことで内部がまるで小さなオーブンみたいな密閉状態になる。トマトやピーマンの水分、ベーコンの旨味を含んだ油がしっかりと閉じ込められる。具材が自分の水分で蒸し焼きのようになり、チーズとケチャップが混然一体となって濃厚なソースへと変化する。多めの油で揚げ焼きにすることで表面は驚くほどサクサクになる。外はサクサク、中はジューシーな食感の対比は平らなまま焼くときには決して味わえない、この形だからこそ生み出せる最高のごちそうとなるはずだ。そうなるといいなという願望を今垂れ流しているよ。実はイタリアのナポリには古くからカルツォーネと呼ばれる包み焼きピザが存在するんだって。歩きながらでも手軽に食べられるようにと職人や労働者たちのために作られたのが始まりと言われている。つまりこれは忙しいナポリの人のための労働者飯。みんなズボラでみんないい。考えることは同じなんだね。ナポリの人とは気が合いそうだ。躊躇なんだいそれ。限界ギリギリまで具材を入れて炒めたったらええんですわ。固形物にも表面張力ってないのかな。ひらりと舞う合法パウダー。追いケチャップ。とどめのチーズだ。すでにおいしい。粗熱を取っておこう。ベンチタイムからお帰り。丸く伸ばしていくよ。お待たせしました。本日のポッドキャスト紹介コーナー。待ってないとは言わせないよ。
私の YouTube のポッドキャスト、料理系 YouTuber の裏の顔で、ほぼ毎日配信しているポッドキャストの紹介をするよ。本日午前11時に公開したルシフェリンの進化、光のない世界で自ら光ることを選んだ者たち。夏の夜空を静かに舞うホタルや太陽の光が届かない暗黒の世界に生きる深海生物たち。彼らが放つ一切熱を感じない霊光と呼ばれる不思議な輝き。あれだよ、霊光ってアイスコーヒーじゃないよ。昭和の喫茶店、ノスタルジックだね。時を戻そう。霊光の秘密は人類の最新技術である LED ですら成し得ていないエネルギー効率ほぼ 100% という驚異の発光システムルシフェリン。小さな生命たちが数億年かけてたどり着いた静かなる生存戦略の物語なんだ。こんなポッドキャストは概要欄から聞いてね。さあ、具材を詰め込んでいこうか。もう少し固めの生地でも良かった気がする。生地を指でつまんだり、フォークの背で押したりしながら閉じていく。閉じ方は何でもいい。具材が飛び出しさえしなければね。この手のパンはつい欲張って具材をぎゅうぎゅうに詰め込みたくなるよね。それ失敗フラグだ。それで過去に何度失敗したことか。何事もほどほどが一番だよね。少し水分の多い具材だったね。水分が多いと包みにくいからみんなはしっかり水分を飛ばしてね。よし、全部包み終わった。フライパンに多めの油。カロリー知らん。焦げないように中弱火でこんがりと焼き上げよう。小麦粉の焼ける香り。古代小麦栽培が始まってから人間は小麦に支配されたって話がある。ノア・ハラリ氏の著書サピエンス全史。農業革命は史上最大の詐欺だった。人間が小麦を栽培化したのではなく、小麦が人間を家畜化したのだと主張している。自由に移動して暮らしていた人間は小麦を守るために一つの場所に定住せざるを得なくなった。小麦の栽培を始めた農耕民は朝から晩まで草むしりや水やりの世話をする必要がある。1万年前、ただの草だった小麦は
あらゆる土地を埋め尽くし、地球を征服した。でもしょうがないよね。こんなに美味しいんだから。私は喜んであなたの下僕となりましょう。ああ、そういえば猫たちの下僕でもあるんだよね。我が家のヒエラルキーの最底辺で地を這いずり回っている系 YouTuber。とても満足しているよ。焼けた。さあ、サラダとスイーツを準備しよう。俯瞰カメラから失礼するよ。またメインカメラのオンオフを間違えちゃってさ。サブの俯瞰カメラがあってよかった。カルツォーネ風の包み焼きピザの完成だ。それではいただこうか。卵とマヨネーズ入りの生地だから食感はピザより軽めだ。でもフライパンでの揚げ焼き調理とすこぶる相性がいい。表面サクサク、中ジューシー。私がこの動画の前半で予言した通りの仕上がりだ。占い師や預言者になれるかな。地獄に落ちるわよ。ごめん、ちょっと行ってみたかっただけなんだ。カルツォーネ風揚げ焼きピザ、美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？ナポリの風。